金沢大学理工研究域物質化学系の長谷川です。身の回りの金属元素、金属の中でも特に少ない微量元素に関する研究を行っています。環境とか産業の中で微量元素がどれくらいあってどのような役割を果たしているのか、毒物であればその毒物の害というのをなくす方法が何であるのかとかですね、それが役立つものであればそれを使うことによってどのように人々の生活に役立つのか、そういったことを科学の手法で考えていきたいという研究を行っています。我々の生活の中で金属元素というのは悪いものではなくて、さまざまな製品に使われている最先端の製品に多く使われているものもあります。よくレアメタルということで社会新聞などでも出てくることがあると思うんですけども、そのレアメタルというのは微量であるけれども産業の中に必要なものであると、産業のビタミンというふうにも言われています。地球上では限られる資源なので枯渇してしまうことがあると、なかなか確保が難しくなります。そのような時に製品にそのレアメタルを使っているのであれば、製品の中からレアメタルをリサイクルすることができれば再びもう一度使えることができると、そういう技術の開発もしています。で、汚染土壌で言いますと、汚染土壌というのは土壌の中に害となるような重金属が入っているものです。またそれの他に産業から出る固体の廃棄物の中にもそういった物質が入っていることがありまして、そういったものを処理するとたくさんのですね廃棄物処理が必要になって山の中に作ったらそれがいっぱいになってしまうということも出てきて、もう10年20年前から課題となっていますね。そういった廃棄物や土壌、汚染土壌の中から有害なものを化学洗浄液によって洗浄することによって埋め立てる物質というのを減らすことができます。そういった研究を環境修復技術として取り組んでいる、そういうことも研究テーマの一つとしてあります。都市鉱山の話でいうと、都市鉱山の中にあるレアメタルとか金とか貴金属というのを分離するということは今の技術でもできています。それはもうできはするんですが、どれだけ低いコストで分離するのかということになります。自然界の鉱山とか、あるいは地下の中から掘り起こすという技術というのはかなり安くですね取ることができるんです。その技術に対して都市鉱山の中のレアメタルを取り出すというのは手間がかかります。それだけコストがかかります。その観点から既存の精錬技術、金属を取り出す技術に対して廃棄物からレアメタルを取り出す技術というのを対抗できるかにですね高めていかなきゃいけない。そこがブレイクスルーをするポイントになると思います。化学材料ですね、ものづくりというのが一つ大きなキーワードとしてあるんですけれども、それをするためには資源が必要だと考えています。資源というのはプラスチックとかを作るときには炭素資源が必要です。でそれにはバイオマスが今後の石油に代わるバイオマスとしてバイオマスを利用することが大事じゃないかと言われています。で一方で炭素以外のものでも十分に資源は必要であると。金属資源です。それは自然界の中で限られる資源としてこれまでは鉱山から取り出すしかなかったわけなんですけれども、それに関して都市鉱山の中の金属を再利用する仕組みというのを作り出すことができれば持続可能な社会につながっていくと思います。この両面ですね、炭素資源と金属資源、この2つをうまく科学の力でリサイクルする仕組みというのを作り出すことができると、人類が未来をですねしっかりと幸せな生活を送るということの仕組みができるのではないかと考えていて、単なる環境ではなく人々にとって豊かな環境というのが何であるのかと、それを作っていきたいと、それが大きな研究の夢になると思います。